皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。ウクライナにいよいよ冬がやってこようとしています。天候の悪化に伴って小雪がちらつく場所もいくつか見られるようです。冬になれば大規模な軍事作戦を行うには不適当な時期で、より戦線全体が膠着する可能性が指摘されています。一方で侵略戦争が長引くことによってロシア国内にも少しずつ国民生活に悪化の傾向が見られています。今回の動画ではそうした戦場とロシア国内の状況についての情報をアップデートしていこうと思います。それでは地図を使った戦況解説を始めます。今回主に取り扱う話題は3つ。ロシア軍の東部攻勢、人海戦術は未だ継続中です。一方でウクライナにレオパルト1戦車の引き渡しが確認されました。ロシア軍が人海戦術に出るというのであれば、たとえ古い戦車であろうとも、ウクライナ側にも多くの戦車が必要とされます。そして2つ目は、ロシア国内の状況。ロシア国内で物価が高騰しており、2000万人が貧困状態にあると言われています。そして3つ目は、ロシアの世論調査最新版。ウクライナと交渉を求むという声が高まっているようです。これまでは戦争継続派の方が多数派だったのですが、少しずつロシア国民の中にもうそろそろ終えてほしいという気持ちが芽生えているのかもしれません。戦況解説に用いている地図は、戦争研究所の発表しているものを引用させてもらっています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。次にそれぞれの戦域の詳細も見ておきましょう。東部戦線1番の北クピャンスク戦域とバフムト戦域。天候悪化により各地で泥濘が発生しています。冬将軍の到来は間近といった感じがあります。冬になることによってウクライナは警戒を強めています。それは冬の時期になるとロシア軍が電力インフラを中心とした生活の基盤を壊しにかかる可能性が高いからです。これは去年ロシアが取った軍事行動で発電所や変電所といった電力インフラをミサイル攻撃を行って多くの地域において停電を発生させたのです。厳しい冬の中で電力が失われれば、それに伴って暖房を担う施設もまた停電によって止まってしまいますし、また水道なども同じく電気を使っているので、これも止まってしまいます。商業活動も全て止まりますし、電気がないというのは様々な面で人々の生活を破壊してしまいます。こちらが現地からの映像として投稿されたものです。左は街中に雪が降ったよという話であり、右の動画においては塹壕陣地にもそれなりの雪が降り始めたというものです。あくまでもこれはウクライナの一部地方の話で、全戦域においてこのような雪が降っているわけではありません。しかしこれからの時期を考えると、このような雪もしくは気温の低下といったものは進んでいくことは間違いありません。一方、こうした天候の悪化の中で1台の戦車が動画に上がりました。ドイツで再生整備されていたレオパルト1がいよいよウクライナの戦場に登場したというわけです。レオパルト1の再生に取り掛かっているドイツの軍事企業ラインメタル社によると、再生作業は急ピッチで行われており、2023年から2024年にかけて全体で200両のレオパルト1をウクライナに引き渡す計画だということです。レオパルト1はレオパルト2の前の戦車ですから当然のように最新鋭ではありません。しかし最新鋭ではないという意味で言えば、ロシア軍の方も古い戦車はいくらでも戦場に投入していることからもわかるように、戦場においては性能が高ければ高い方が良いんだけれども、じゃあこのような旧型の戦車もない方がいいのかといえばそうではありません。あった方が当然のように多くの戦線において兵士たちが助かることとなります。東部戦線、南部戦線、その全長は1000キロにも及んでおり、非常に多くの兵器が必要とされているのです。次に東部戦線、現在最も激しい戦いが行われているアウディウイカ戦役。ロシア軍の人海戦術は未だ継続中です。多くの兵器や兵士の慣れの果てを踏み越えて、さらにロシア軍が攻撃し続けてくるという地獄が広がっています。アウディウイカの町なのですが、町の南側は堅守。この状況は以前から変わりません。一方で町の南東部、ロシア軍の前進により危険な状況に陥りつつあります。この方面では非常に固い守りを見せていたのですが、少しずつ薄皮を剥ぐようにロシア軍がウクライナ軍の陣地を削り取っているようです。
そして最も危険な状況に陥っているのが町の北側です。進軍速度そのものは非常に緩やかなものではあるけれど、しかしそれでもなお前に進み続けているという状態で、ウクライナ軍の補給路が危険な状態に陥っています。この方面において防御ラインを再構築しているウクライナ軍なのですが、残念ながら時間をかけた防御陣地ではないため、非常に脆弱な状態で、アウディーイカにとっては弱点となっています。次にウクライナ南部戦線、ヘルソン州戦域。ウクライナ軍がドニプロ川を溶かし、いくつもの拠点を確保しているといった状況になっています。しかし、次から次と部隊を送り込んでいるかといえばそうではなさそうです。川を渡った部隊に対する補給と、わずかな増援を少しずつ送り続けているといった感じで、非常に慎重に作戦行動を進めているようです。続いてロシア国内の状況についてのニュースを見ましょう。ロシアで物価高深刻、多くの家庭が生活切り詰め、ウクライナ侵攻や西側制裁で、ウクライナ侵攻と西側諸国からの数多くの制裁を背景に、ロシア経済が大きく変化し、ロシアでは何百万もの世帯が生活の切り詰めを余儀なくされている。ロシア全土の食料品店で価格が高騰している。一般家庭は節約を余儀なくされており、2児の母であるダリア・ステパノワさんもその一人だ。夫の稼ぎである月5万ルーブル、日本円で約8万4千円で家計をやりくりしようとしている。一人の子供は5歳で、もう一人は生まれたばかり。ここ5年間で全てのもの、どれだけ値上がりしたかわかる。おむつは今では2、3倍。ベビーフードは4倍高くなっている。2022年2月のウクライナ侵攻開始以降、ロシアの通貨ルーブルは米ドルに対して下落しており、輸入品の価格は上昇している。2024年には選挙が控えている。プーチン大統領は大統領選に出馬すると見られており、当選すれば2030年まで権力の座を維持することになる。公式統計によると、1500万人以上のロシア人が貧困レベル以下で生活している。ただ、ロシアのエコノミスト、リピッツ氏は、状況は政府の報告よりもさらに悪いと指摘し、約2000万人が貧困状態にあるか、貧困寸前だと推定している。リピッツ氏は、所得の状況を示す間接的な指標は、負債比率の高さだ。多くの国民が2つも3つもローンを抱えており、月収の 50% ではなく 80% 近くを出費に回している家庭がいかに多いかを見ればわかる。月収の 105% を手放さなければならない地域もある。105% だ。これが現実の人々の収入であり、ロシア国民の貧困の深さだ。ロシア人は深刻な問題を抱えていると語った。一部のエコノミストは、選挙後にルーブルがさらに下落する可能性があると考えている。続いて、ロシア国民の現在の侵略戦争に対する心境の変化も見てみましょう。ロシア人の半数、プーチン大統領にウクライナでの終戦を望む。ロシア国民のほぼ半数がプーチン大統領にウクライナでの戦争終結に向けて協議開始を望んでいることが世論調査で判明した。戦争継続を望む人の数を初めて上回ったという。ロシアフィールドが10月下旬に行った世論調査によると、回答者の約 48% が和平交渉の時期にあるとの見方に賛同し、39% が戦争継続に賛成だった。和平交渉に賛成する割合は、同社が昨年4月に戦争に対する意識を調査し始めて以来で最も高かった。調査によれば、プーチン大統領が仮に明日和平協定に署名すれば支持するとの回答は、ほぼ4分の3となった。過去にこの水準を上回ったのは、ロシアがウクライナでの戦闘のために30万人の予備役を招集すると発表した昨年9月のみだった。将来の動員への懸念も浮上し、58% が2度目の招集には反対だと回答した。国民の間で高まる懸念がプーチン大統領に影響を及ぼす可能性は低い。プーチン氏は、ロシアがウクライナ東部と南部の一部を掌握しているという現実を受け入れる協議にしか応じないと発言してきている。ロシア軍が多大な犠牲者を出し、アメリカなど NATO 加盟国から提供された数十億ドル相当の武器で武装したウクライナ軍によって占領地からの撤退を何度も余儀なくされているにもかかわらず、2022年2月に開始した侵攻を終わらせる意思を示していない。プーチン氏は来年3月に予定されている大統領選挙で
5期目を目指そうとしており、クレムリンは反対派を投獄し、戦争批判を非合法化するなど、ここ数十年で最も厳しい反対派弾圧を行っている。ロシア国民の中で生活に苦しくなっている人が増えているというのは、ロシアの国家予算の3割が軍事費ですよといった状況になったことにより、社会福祉政策に対する予算が削られているという問題があります。これまでは使っていたものを使えなくなったのですから、生活支援が全く滞っている人たちも多いわけです。また、地方などにおいては社会インフラに対する維持費用なども大幅にカットされたことにより、より深刻な状況を生み出しています。そもそも仕事がなくなって失業する人たちも増えてしまうわけです。そして、もともとの経済的な構造として、ロシアにおいては都市部の住民を優遇する一方において、それ以外のロシア連邦を構成する共和国のいわゆる地方の人々に対する政策は非常におざなりで、たくさんの人々が貧困状態でほったらかしになっているという問題があります。国家予算の中で軍事費が増えたことにより、それらおざなりになっていた人々がさらによりひどい生活へと追いやられているといった問題を引き起こしているわけです。そうしたことが少しでも影響しているのか、世論調査においては少しずつ戦争反対派の声が増えているというような状況です。以前もロシア国内における世論調査をご紹介しました。その時においては、プーチン大統領がもうやめると言ったならば、あなたはそれに賛成しますかといった形で、少し遠回りな形で戦争反対かどうかを聞いていました。今回の世論調査においてはもう少しだけ直接的に聞いていて、それによると戦争継続派の人たちの声が小さくなっているというのですが、やはりロシア国民の中でもそろそろやめてくれないかなと考えている人が少しずつではあるが増えているのは間違いないでしょう。ただし、あくまでもこの記事の中にもあるように、じゃあこれをもってしていきなりプーチン大統領を政権の座から下ろすような大規模な国民運動に発展するかといえば、それはなかなか難しいでしょう。ロシア国内においては、プーチン大統領の行っていることを批判すれば、刑務所に送られてしまい、そして刑務所に送られると今度は、ほぼ強制的な形で囚人兵として戦場に送り込まれ、突撃命令を下されるといった地獄のコンボが発生してしまいます。なお、ここ最近ではそうした突撃命令を拒否した場合何が起こるかについて動画が投稿されていたりもします。そろそろ冬が近いなという話をして雪化粧をしている街並みなども皆さんにお見せしましたが、そのような環境下で軍服を脱がされて掘りかけの塹壕の中で放置される、そのまま凍死するんじゃないかなといったそのような懲罰動画なども上がっていました。懲罰の末にさらにそれでも反抗するならばそのまま凍死させられるかもしれません。そして気持ちが変わったとして突撃命令を受託すれば当然のように生きて帰れないかもしれない突撃へと駆り立てられるというわけです。また都市部の住民と地方の人々に対する扱いは全く異なっていて、現在でも大都市を中心としてプーチン政権はそれらの人々の不満が高まらないように資金を重点的に手当てしているそうです。ですからモスクワではまだまだスーパーに物が有り余っていますようであるとか、一般市民の生活に何ら変化がありませんよというのは多くの地方民の人たちの苦しみの上に成り立っている虚構だというわけです。例えばこの記事の中では月8万円程度の収入で暮らしていかなければならないといった形で貧困状態にある人を紹介していますが、ロシア兵の給料としては月給35万円、戦場になればそれに伴って手当もどんどんと上積みしていきますよといったお金で釣るような形で地方では失業した人たちや生活に苦しい人たちを積極的に兵士として集めています。そしてプーチン大統領はロシア国内の不満というものをなるべく抑え込みつつも、今人海戦術で何とか押し切ろうとしているのだと思います。少なくとも国際情勢について皆さんにお伝えしてきましたが、ウクライナを支援する国の中で特にアメリカの混乱は著しいものがあり、特に軍事支援でアメリカが抜けてしまうと、ウクライナは人海戦術に抵抗するのが非常に困難になってきます。プーチン大統領としてはアメリカの混乱が続いているうちに被害を度外視してとにかく前へ前へと進みたいのでしょう。もちろん冬将軍が来る前に一歩でも前へと軍に言命しているのかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。
戦場においてはロシア軍による人海戦術が未だ継続中で、一つ一つの戦闘においては大きな打撃をロシア軍に与えることができるのですが、ロシア軍の前進はアウディウィーカにおいては確認されています。一方、ロシア国内においては徐々にではありますが、国民の中に戦争によって疲弊する人たちが出て、プーチン大統領の強圧的な言論統制下においても、もうこの戦争終わってくれないかなと思う人が声を上げ始めています。しっかりとウクライナに対する軍事支援を行うことができれば、ロシアの人たちも値を上げてくると思うので、もう少しアメリカは積極的になってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。またスーパーチャットも大歓迎ですので、ぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。